どうも、始まりました。ぬです。ひらがなの何ぬ。何年か前にポッドキャストを始めて、そのまま放置してまた新たに始めようと思いまして、とりあえず撮り始めたんですけど、わたと言います。わたという名前で、ツイッターなどなどやってるんですけど、自己紹介については、気になる人は、ツイッターを辿ってほしい。ツイッターから推測してほしい。何もない、何者でもない、肩書きもない人が、ポッドキャストを始めて、誰が聞くんだって感じなんです。ポッドキャスト始める前は、ブログを持っていて、そこからいろいろ発信したりしてました。ポッドキャスト始めようって思ってたのは、8月の頭ぐらいからずっと思ってて、やろうと思って、2ヶ月過ぎて今10月6日ですね。2ヶ月過ぎてしまいましたね。やる前というか、始める時が一番、負荷が強いっていうか、初動が一番大変ですよね。何もわからないし、ポッドキャストなんてすぐ始められるよって感じかと思ってたんですけど、なんかいろいろ考えてしまって、ヌーという適当な名前をつけたりとか、ポッドキャストの名前とか、いろいろ考えてたんですけど、なんか敬語になっちゃうな。敬語の必要ないんだよな、別に。一人喋りだし。ヌーの由来を話しましょうか。ヌーの由来はですね、昨日かな昨日ツイッターで、機械遺産で有名な写真家の佐藤さんが、海外でひらがなの手が流行ってるっていうツイートをしてて、なんかリュックにひらがなの手が印刷されてたりとか、海外で手が流行ってるっていう、あ、そうか、で、じゃあ、かっこいいひらがなにでもしてみようかとか思って調べたら、海外の人はなんかぬがかっこいいみたいな検索で出てきて、適当にぬにしたって感じですね。別に何の意味もないです。もう考えることも嫌になったっていうか、嫌になったわけではないけど、考えすぎも良くないなっていうことで、右脳ドリブンな感じでやっていこうかなって、ゆるーく考えてます。自己紹介と、ポッドキャスト名と話しましたね。それから、自己紹介の一つで、パーソナリティタイプ、今流行りの MBTI とか、60パーソナリティーズとか、私は INFJ なんだけど、別に INFJ だから何ってところでもあるし、日本では INFJ ってあまり少なくない。結構海外に比べて多いらしいっすよね。初めて INFJ 知った頃は、
世界で一番珍しいパーソナリティタイプだとか、そのようなことを調べてって出てきたりとかしてたんですけど、そういうわけでもないんですよね。で、なんか最近思うに、そういう類型類型分類とか、多分、そのうち卒業するよねっていうことを感じていて、類型について全く話すつもりはないっていうわけではないんですけど、あまり興味がないっていうか、興味が薄れてきたというか、なんか SE がどうとか、この人はこれだとか、そういうのが、なんか知識を入れればいいんでしょうけど、なんか興味がないというか入ってこないっていう感じなので、基本他人がどうとかってあんまり興味ないんですよね。多分今ブームなだけなんじゃないか。動物占いの一つみたいな感じになってくんじゃないかなと。年取るにつれて対応力がついてくっていうか、そういう分類を意識する必要もなくなってくんじゃないかなっていうふうに、気にするのって若い社会に出てすぐのそういう若い世代の人たちには参考にはなるかもしんないけど、どうなんでしょうね。なんか、エニアグラムとか、MBTI とか、気になるトピックがあったら話しますって感じですかね。そういう類型の一つで、生徳本能っていうのがあって、自分は自己保存 SP っていうやつが一番高くて、多分そのせいもあって、あんまり他人とか、社交面で、優先順位が低いんだと思いますね。そういう類型とか、性格分類より、なんか内面、愛着とかトラウマとか、自己肯定感とか、そういう内面を成長させていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。そんなところですかね。改めて始めてから一発目の配信なんですけど、一発目に言うのは良くないんですけど、基本、このポッドキャストは他力本願で行こうと思ってて、他力本願は言い方悪いけど、協業、協力、それから参加型コミュニティなんて言い方があるみたいですけど、そんな風にやっていけたらなぁと思ってます。あと、YouTube でもラジオっぽいことをそのまま、えっと、配信しようかなというふうに思ってるところであります。いいなと思った人は、ぜひまた聞いてみてください。YouTube の方でも登録とか、お願いします。最初のうちは慣れるまで高頻度で、えっと、配信していけたらなと思ってます。では、わたでした。バイ。